皆さんこんにちは、よそうです。今回はリンの新しい姿、春節リンを解説していきたいと思います。もしこの動画が良ければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。新しいリンは火炎属性の全体アタッカー。最大の特徴は通常攻撃を強化できる点です。リンはスキル3を使うことで一ターンの間鉄火舞という状態になります。この状態では余ダメージが大幅にアップし、通常攻撃が強化され、鉄火流星という火炎属性の全体攻撃に変化します。さらに鉄火流星で燃焼状態の敵を攻撃した時、火炎属性のテクニカルが発動して余ダメージが 20% アップします。この強化通常攻撃で敵に大ダメージを与えていくのがリンの特徴です。ですがスキル3は2ターンに1回しか使うことができないため、他のターンではスキル1、スキル2を使うことになります。スキル1は敵全体に火炎属性の大ダメージを与え、自身のクリティカル率を 10% アップします。さらに次のターンの鉄火流星、強化通常攻撃のダメージを大幅にアップしてくれます。スキル2は敵全体に火炎属性の中ダメージを与え、高確率で敵を燃焼状態、そして災火という状態にします。災火状態は毎ターン敵に火炎属性の中ダメージを与え、2ターンまで継続、最大4層まで貯めることができます。そしてさらに次のターンの鉄火流星で追加で災火を付与できます。そしてハイライトでは敵全体に火炎属性大ダメージを与え、自身の攻撃力をアップ、そして鉄火流星、強化通常攻撃のダメージもアップしてくれます。スキル1、スキル2、ハイライト、全て強化通常攻撃を強化するものになってますね。新しいリンの使い方ですが、スキル1、スキル3を交互に使い、スキル3を使ったターンに強化通常攻撃で敵に大ダメージを与えていきましょう。リンは敵に燃焼状態が付与されていることが重要なため、パーティーに他に燃焼状態を付与できる味方がいない場合はスキル2を使ってあげましょう。リンのスキル一覧はこんな感じになっています。リンは燃焼状態の敵に対し余ダメージが 36% アップする能力、そして戦闘開始時に攻撃力が 30% アップし、味方が火炎属性テクニカルを発動すると攻撃力アップ量が 45% になるという能力を持っています。多数の自己バフを持った強力なアタッカーですね。ちなみに今回新しく追加された火炎属性テクニカルの効果はこちら。燃焼、氷結、風霜の敵に対してテクニカルが発動し、燃焼状態の敵に対してはスキルダメージが 2% アップ、氷結状態の敵に対しては 50% の確率で火炎氷結のダメージが 5% 上がるデバフを付与、風霜状態の敵に対しては追加で敵の最大 HP1% 分の火炎属性ダメージを与えます。シンプルにダメージが上がる燃焼、風霜状態に対するテクニカルが強力ですね。リンの武器効果一覧がこちらになってます。星5武器は攻撃力を 30% アップ、鉄火舞状態の時はクリティカル率が 16% アップ、さらに火炎属性テクニカルの余ダメージが 34% アップとリンの火力を大きく強化してくれます。星4武器も貫突で攻撃力を 24% アップし、鉄火流星を使う時攻撃力が 43% アップなど、リンに重要な強化通常攻撃の火力を上げてくれるため悪くないですね。リンのおすすめ刑事カードセットがこちらです。火炎属性の全体アタッカーなので、パンサーと同じ治療と闘争のセットがおすすめです。おすすめメインステータスも通常のアタッカーと同じで、クリティカルを中心に攻撃力、ダメージボーナスを上げてあげましょう。メインステータスは月が攻撃力かダメージボーナス、星がクリティカルダメージかクリティカル率、タツが攻撃力です。そしてリンの凸効果一覧はこちらになってます。リンは非常に強力な凸効果が揃ってます。1凸効果は鉄火舞状態が2ターン継続するようになり、そのため強化通常攻撃、鉄火流星が毎ターン使えるようになります。スキル1とスキル2の鉄火流星に対するバフも追加されるため、強化通常攻撃主体のリンの立ち回りが大幅に強化されますね。2凸効果ではリンが特殊な永続燃焼状態を敵に付与するようになります。この燃焼状態は敵が出現するたびに付与し、たとえ解除されても2ターンおきに再度付与するというとんでもない効果になってますね。さらに燃焼状態の敵がいる場合、リンのクリティカル率が 10% アップし、1人燃焼状態の敵が増えるごとに追加で 3% アップ、最大3体で 16% まで上がります。4凸目ではハイライトにクリティカルダメージバフを追加し、さらにハイライトの全バフの継続ターンが2ターン延長されます。ハイライトのバフが次のハイライトまで続くため、常にハイライトのバフの恩恵を受けるようになります。そして6凸効果では鉄火舞状態が永続になり、鉄火流星が大幅に強化、余ダメージが 80% アップします。さらにスキル1のクリティカルバフが永続効果になり、スキル2で付与するデバフの持続ターンも1ターン延長されて3ターンになりますね。どの凸も大変強力ですが、強化通常攻撃を毎ターン発動することができるようになる1凸効果は特に強力です。今回のリンは星5武器を手に入れるよりも1凸効果を優先してキャラクターを重ねてあげた方が強力です。
それではリンのおすすめパーティー編成について紹介していきましょう。リンは敵に燃焼が付与されていることが重要なため、ホーラーとの相性が抜群です。ホーラーを持っていない場合はキーを採用してあげて、常に敵が燃焼状態のようにしましょう。もう1枠はサポーターやヒーラーを編成してあげると良いです。ヒーラーとしては水着モコが最もおすすめで、マリアンやチェリッシュも強力です。サポーターとしては新春ウィンドやリオンでクリティカルダメージをアップしてあげましょう。リンはハイライトがバフ中心で火力があまりないので、コードとの相性はそんなに良くないです。またパンサーを一緒に編成してあげてダブルアタッカーにするのも良いですね。ホーラーやキーのデバフを2キャラで共有できるため、2人とも高い火力を出すことができて相性抜群になってます。ワンダンのペルソナですが、いつも通りのディオニソス、そして敵が受ける火炎属性ダメージを上げてくれるバフォメットもおすすめになってます。パンサーとのダブルアタッカー編成にするとヒーラーがいなくなってしまうため、キングフロストやサンダルフォンを採用して耐久も上げてあげましょう。それでは新春輪の強み弱みについて見ていきましょう。新春輪の強みは何といってもその高い全体火力です。新春輪は多数の自己バフを持っており、ホーラーやキーといった強力な火炎属性サポーターも揃っているため、高い火力を発揮することができます。また相性がいいキャラクターがホーラー、キー、パンサーなど工場キャラクターが多いのもポイントですね。今まで実装された限定キャラクターを持っていなくても工場キャラクターだけで高い火力を発揮することができます。リンの弱みは敵が燃焼状態になっていないと高い火力を発揮することができないため、ホーラーとキーといった火炎属性デバフサポーターが必須な点ですね。ただし先ほども言いましたが、2人とも工場キャラクターで入手しやすく非常に高い火力を出せる優秀なアタッカーだと思います。ここまでご視聴いただきありがとうございました。春節を記念して実装された新たなリン、非常に強力なアタッカーで突効果も強く育成に応えてくれるキャラクターになってます。ビジュアルやボイスも大変魅力的なキャラクターになっているので、皆さんぜひ弾いてみてはいかがでしょうか。このチャンネルではこれからも P5X の攻略情報をどんどん発信していくので、もしこの動画が良ければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではまた次回の動画配信でお会いしましょう。さようなら。